皆さんこんにちは。お絵かきバーチャル YouTuber のやきまえるです。待ってました。コスパ最強のプロ仕様液タブ。今回は XP ペンさんのご提供により、新作液晶タブレットアーティストプロ22 Gen 2のレビューをしたいと思います。こちら20インチ超えの大画面で2.5K 解像度に色域 Adobe RGB99% のがっつりプロ仕様なのに、お値段現在11万1420円。10万ちょいなんですよ。いやいや、このクラス買おうとしたら普通に30万はするでしょ。それがこの価格。マジでやばいです。XP ペンさんの液タブ探してる方ってコスパ重視な人が多いと思うんですよ。これマジでコスパいいです。でも実際どうなの？問題ないの？っていうのはこれからこの動画でしっかりとプロ目線でレビューしていきますので楽しみにしていてください。で、さらにこちらの液タブのプレゼント企画もやっちゃいます。動画の最後に詳細をお伝えしますので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。それでは早速見ていきましょう。キャリブレーションレポート、保証書、クイックガイドにクリーニングクロス、お絵かき用の手袋、じゃじゃーん。こちらがペンケース。横カチッと押すとこうスーッと出てくるタイプのペンケースになります。とても高級感のある素材でできていて、すごいしっかりしています。で、中には後で紹介する片手デバイス用のレシーバー、そして標準返芯とフェルトの返芯。ここは芯を抜く穴になっています。そしてペンですね。こちらのペン、最新スマートチップ搭載の最新ペンになります。なんとこちら、筆圧感知レベルが 16,384 レベルと、従来の2倍のね、感知能力を持っています。そしてもちろん傾き検知機能付きに、ボタンはね、1、2、あとここに3つ目のボタンがあります。充電も必要ないです。形状も重心がこっち側に来るようにできていて、長く書いていても疲れないような作りになっています。はい、そしたら次はケーブル類紹介したいと思うんですけど、まずね、こちらの液タブはパソコンや対応した Android 端末に接続して使用するものです。対応 OS やアプリはこちらでご確認ください。まずこちら電源ケーブルになります。で、パソコンとの接続方法は Type-C to C か Type-C と HDMI、それか普通の USB と HDMI の組み合わせになります。さっき紹介し忘れちゃったんだけど、さらに予備で返芯が10本も入っていました。こんだけあれば困ることはないでしょう。はい、それじゃあね、本体見ていきましょう。こんな感じでもうめちゃくちゃ大きいです。こちら液タブ自体にショートカットキーはついていないんですけど、この ACK05 っていうかなりねしっかりした片手デバイスがついてくるので、むしろいいと思います。で、あと液タブ上部につけれるペンホルダーがついてて、これ本当にペンなくさなくていいんで、マイルはめちゃくちゃ好きです。で、スタンドはかなり立派なものが最初からついています。立ってる状態からぐわっと寝そべらせることができます。ほんとね、XP ペンさんのスタンド、ここちょっと押してるだけで、この片手でね、スイスイ立てたり縮めたりできて、すっごいしっかりしてるんですよ。頑丈だし、スムーズだしで、本当に使いやすいです。で、こんな立派なスタンドがついてるんですが、こちらここベサマウントにね、しっかり対応しているので、モニターアームにつけて使いたいっていう方も OK です。はい、で、そのモニターアームなんですが、はい、こちら。待ちに待った ACS05 というスタンドが XP ペンさんから発売されました。こちら液タブで作業をする人のことを考えたスタンドになっていて、角度がこんな感じで自由自在。で、さらに、これですよ、この漫画家スタイル。漫画家スタイルにすることができます。で、それも好きな高さで好きな角度に動かすことができて、で、さらにですよ、びっくりしますよ、これ。はい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 、めちゃくちゃ回っております。はーい。ともね、好きな位置、好きな角度、好きな回転ができるスタンドになっています。で、液タブのこと考えてるので、モニターアームってここで絵とかを描くと結構ね、ぐらつくことがあるんですけど、ぐらつきも、スタンドなんでね、全くないってことはないんですが、ほとんど気にならないぐらいのぐらつきになっています。マイルなんかはモニターアーム使うと揺れちゃって気持ち悪くなっちゃうんですけど、これはね、もうちょっと実際絵描いてみたんですけど、大丈夫でした。このスタンド、デメリットとしては、もうそのぐらつきとかをなくすため、しっかりとね、固定するために、下の台が結構大きいので、テーブルを広く使いたいなっていう人に
にはちょっと気になるかもしれないです。ただ、仕事で一日中絵を描いてるよとか、もうずっと液タブに向かって作業してるよみたいな方には、待ち望んでいた製品なんじゃないかなと思うので、ぜひね、チェックしてみてください。あと、普段はこうやって立ててモニターのように使って、絵を描きたい時にだけこう倒して使うみたいなこともできるので、すごくおすすめです。つけてるとマイルの作業環境だとちょっとね、撮影が難しいんで、戻して撮影していきます。ちょっと紹介し忘れちゃったんですけど、後ろのね、配線隠すカバーもついています。使う準備をしていきましょう。やり方は簡単で、パソコンとつないで、ドライバーという専用のソフトを公式サイトからダウンロード&インストールするだけでつながります。クイックガイドの通りに接続すれば大丈夫です。PC でのセットアップ時の注意事項としては、もともと何か液タブやペンタブのドライバーが入っている場合は、アンインストールして PC を再起動してから入れましょう。また、Windows のディスプレイ設定なら、配置、サイズ、解像度を正しく設定してください。この時、パソコンによっては 2.5K で使えないパソコンもあるので注意。自分のパソコンが対応しているかチェックしてから買うようにしましょう。インストールされたアプリでは、まずね、画面エリアをしっかり設定してください。もし絵を描いていて、描画位置にズレを感じたら、こちらのキャリブレーションを行ってください。また、ペン先の設定もこのアプリでできます。ボタンや筆圧感知など自由に設定することができます。それでは実際の描画性能を見ていきましょう。サイズは22インチです。A4 の紙と比べると、高さは A4 の紙の上をこのぐらい折ったぐらいの高さで、横幅はちょうど2枚プラスアルファぐらいのサイズになります。解像度は 2.5K になります。マイルはね、この 2.5K 一番好きなんですよ。2.5K だとこの大画面でもドット感ほとんど感じないし、Windows の表示設定を変えてないデフォルトの状態で、このいろんなツールのマークとか文字のサイズとかが大きすぎず小さすぎずぐらいでちょうどいいんですよね。で、この大きさパソコンの設定でいじくることもできるんですけど、無理にいじくるとデュアルモニターとかやってるとちょっとね、ウィンドウの移動の時とかに変な挙動するんで、基本デフォルトでマイル使いたいんですよ。なので 2.5K が一番好きです。はい、こちらの液タブ色域はこのようになっています。もうめちゃくちゃいい色域です。これだけの色域あれば色構成用の別モニターとか用意しなくていいレベルで、プロでも大満足だと思います。色構成用のモニターってめちゃくちゃ高いんですよ。なのでそういった点でもめちゃくちゃコスパがいいです。気になる方はデザイナーモニターとかでね、検索してみるとめちゃくちゃ高くてびっくりすると思います。それでは実際に使ってみましょう。早く書きます。うわ、めちゃくちゃレスポンスいいです。これはやば。本当に遅延を感じない。すごいな。ゆっくり書いてみまーす。切り抜きはこんな感じです。強弱もこんな感じで自由自在です。はい。で、視差はね、こんな感じになります。よいしょ。どうでしょうか。絵を描くような角度から見ると、ほとんど視差はないんですけど、大画面液タブなので、こうやってね、横から見ると、画面の厚み分の視差は出てきます。大画面液タブで画面の厚みなくしちゃうと、ちょっと不具合とかね、起きちゃう機種とかもあるんで、仕方がないところなのかなと思います。四隅はこんな感じです。はい。よいしょっと。で、ペン先の沈み込みはほぼなくて、こんな感じで全然力を入れてなくても、シャカ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 とまるで鉛筆で絵を描くように線が引けます。シャカ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 。描き心地なんですが、もうね、最初触った瞬間に感じたのが、本当に滑らかで滑りがいいです。とにかくスッと線が引ける。画面の触り心地なんですけど、紙みたいにザラザラしてる感じはなくて、だからといって、こうなんか画面のキュッ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 ってことも、ほら今こすって音が入らないように全然キュッキュッキュもしないです。画面なんだけどサラサラみたいな不思議な感触になっています。ペーパーライクすぎる液タブだとすぐにね、ペン先どんどん削れてっちゃうんで、このぐらいが書きやすくてコスパ的にもいいんじゃないかなと思います。細かい文字もサラサラ書けるんで、なんだろう、本当にサラサラ書けるから、すごい達筆になる。なんだろうな、ペンの滑りもいいし、追従もすごい、なんか感覚的にすごいいいから、それでそう感じるのかなって思います。こう、線もね、書きたいところに書けるし、細かい線もしっかりね、本当に細かい線も書ける。
でペンの感じとしては、シャーペンかな？シャーペンの感じが近いと思います。なんかマジックみたいなキュッキュッキュッとした感じもないし、鉛筆にしてはちょっと硬い感じがあるから、太いシャーペンがあったらこんな感じかなみたいな書き心地になります。個人的にはこの書き心地すごいいいです。実際にね、絵描いてみるとまた感覚違ったりするんで、この後ね、ちょっと絵を描いていきたいなと思います。はい、ということで実際に絵を描いていきたいなと思います。こうね、下をペロッと出してる絵好きでよく描いちゃうんだよね。ちょっと我慢して牙にしとこうかな。ちょっと強気な感じで。前髪長めがいいな。髪長くしよう。こうペンの滑りがいいからすっごい髪の毛描きやすい。なんかこう異世界な感じに。異世界って言うとかっこいいけど。中二な感じになっています。中二感をね、増やしつつ、ちょっとこちらの液タブ、実際にね、描いてみたり、触ってみたりして、どんな人におすすめかなっていう話をしていきたいんですけど、触ってみた感じ、最初にも言いましたけど、本当にコスパがいいです。ちゃんとプロ仕様だし、必要なところはしっかり揃っていて、仕事でも困るようなことはないと思います。本当に塗り心地も滑らかだし、書き心地も滑らかなので、かなり楽しくお絵描きができると思います。なので、もうとにかくコスパ重視、安く、でもプロとしても使える液タブ、それも大画面が欲しいっていう人には、本当におすすめな液タブになります。プロ仕様の大画面液タブを安く手に入れたいっていう方はね、もうぜひね、概要欄のリンクからチェックしてみてください。というわけで、中二病の人が妄想しがちな、突然家に居候してくれたらいいな、みたいな女の子キャラを描いてみました。ただ、液タブはね、どんどん進化していますので、最新情報は要チェックでお願いします。このチャンネルでは最新液タブのレビューをたくさんやっていますので、ぜひチャンネル登録して最新機種の情報もチェックしてください。そして最後にお待たせいたしました。プレゼント企画のご案内です。今回ご紹介したアーティストプロ22 Gen 2をね、1名様にプレゼントしちゃいます。プレゼント企画の応募は、私の X アカウント、XP さんのアカウントをフォロー、そして該当ポストをリポストすることで応募できます。該当ポストができ次第概要欄にリンクを貼りますので、そちらからどしどしご応募ください。個人 VTuber の企画なので、結構ね、当たりやすい方だと思いますよ。ということで、XP アーティストプロ22 Gen 2のレビューでした。なんと、僕の初書籍、大切なのは練習や勉強だけじゃない、絵が上手くなる5つの習慣が好評発売中です。ぜひゲットしてください。また、このチャンネルではお絵描き関連の動画をたくさんアップしています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。では